さて、熟練度やトレハン要素までもある本格派ローグライクがついに発売とのことで、今回はハウス・オブ・ネクロシスの紹介を行います。こちらバイオハザードを不思議のダンジョンにし、FF やゼルダ要素も少々加えた作品です。装備にはレアリティやランダム能力がつき、同じものでも性能が異なります。上限はありますが熟練度もあり、使うほど経験値が入り強さが増します。32ビットのレトロな 3D を謳っており、8ビットがファミコン、16ビットがスーパーファミコン、32ビットは64プレイステーション1、セガサターンあたりです。バイオ1と FF7 と時のオカリナあるいはムジュラあたりから見た目は取り入れられています。ゲームシステムは我々日本人に馴染みの深い不思議のダンジョン系ローグライクです。トルネコから始まり、その世界観に合わせ、ダンジョンから装備を持ち帰り、販売したり倉庫に溜め込める要素が加わったのが、ローグ派生作の中でも大きな特徴です。道中倒されてしまうと所持品を失うため、そのスリルを味わいつつ装備をとことん育成することもできました。次回作の試練ではその要素がより強化されています。その後 PC でディアブロ1作目が登場し、ディアブロはローグライクを参考にも作られているため、不思議のダンジョンはハクスラゲーとしても時代を先取った作品と言えます。近年は海外でよく用いられていた完全パーマデス形態ではなく、装備を集められるローグライトが人気の傾向にあります。仕組み的にはタルコフのようなダース系ゲームの元祖とも言えます。今作ハウス・オブ・ネクロシスではさらに近代のトレンド寄りの仕組みとしてディアブロ系戦利品を採用しました。レア度が高いほど特殊能力がそれだけつくので、好みの能力の組み合わせがついたアイテムを掘る楽しみが生まれます。気の身気のままでのゼロから遊んでも絶妙にクリアできるバランスになっている可能性はありますが、ゲームループとしては周回してアイテムを溜め込む必要性はややありそうです。お金を貯めインベントリ枠を増やすみたいな永続強化要素が多少あるためです。ダンジョンに行く前に機関の巻物は必ず一つ購入し、何度も潜りアイテムを集め拠点で売りさばき、その最中より強い装備を見つける流れとなります。アイテム厳選と育成も楽しむゲームと考えると良さそうです。魔法もあり巻物を見つけたら永続的に覚えられます。ただし1回の冒険で各魔法が使えるのは一度だけっぽいです。いざという時に用います。敵の攻撃はダンジョンが深くなるほど痛くなるため、ポーションもといハーブはガブ飲みし、投げて使うアイテムを駆使します。弾があるだけ遠くから銃も撃てるため、よって消耗品の溜め込みは重要です。装備のシナジーによっては強力な組み合わせにより、アイテムは使わずとも戦えるものもありそうです。機関の巻物は発動まで3ターン要する点には注意が必要です。ギリギリで帰ろうとしても間に合わず倒されてしまいます。無理して先を進むか安全に地盤を固めていくかのローグライクあるあるの選択を迫られます。以上、見た目からしても変わり種の新たな不思議のダンジョン系のローグライクともなっているため、この手のジャンルやハクスラゲー、あるいはダス系ゲームが好きな方はチェックしてみてはいかがでしょうか。Steam での発売日は2025年10月7日で、価格はとてもお安い 10% 割引の1260円となっています。軽めのゲームのため、お使いの PC でも遊べるかとは思います。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ハウス・オブ・ネクロシス。ついに製品版ですね。さあ、まずはオープニング。森の深くの古いマンション。レポーツ・オブ・ビザー・マーダーズ。やばい奴がいるんだね。スペシャルフォースチーム、送られた。バイオフですね。しかし誰も帰ってこなかった。あなたはマンションに入った。チームと一緒に。しかし、あなたは一人である。ホールは暗く、妙な音がする。栄光がこだまする。あなたは生き残れるか。どうでしょうね。デモ版と流れ一緒なのかな。はじめは、チュートリアルですね。コントローラーの UI がちゃんと用意されている。十字キーで移動。まずアイテム集めましょう。いきなり敵がいますね。今ナイフ装備したのかないや、ナイフはもう初めに装備して、今拾ったのが弾薬ですね。で、アタックがバツカ。プレイステーションコントローラー。カラスですね。強いカラスがやたらと。うら。しかしこっちのライフが200あるからね。問題ないのかな。で、これは、グリーンサラム。まだ内容が判明していないアイテムですね。未鑑定アイテム。アイテムはどれ使うんだ？これか。メニューアイテム。使えるかな？もしくは投げたりしても、効能がわかる場合もあるんでしょうね。使ってみようか。さあ、使ったら、姿が消えましたね。これは攻撃すると、現れてしまうのかどうか。移動は消えたまま、何ターンか有効になりそうだね。
攻撃しても消えたままですね。これは覚えておきましょう。さらにハンドガン。ハンドガン装備しましたね。で、ここら辺、今後ランダム性能になってますね。だけど引き続き、弾薬。と、プッシュヘックス。これはなんだ？投げる。ターゲットが呪われる。さらに、交代すんのかな？何マスかわからないけど。で、右にミニマップがありますが、ドアがありますね。で、このゲームは斜め移動ありませんでしたね。元祖のログに近いのかな。だから斜め攻撃はなかったような気がしたが、ちょっと思い出せない。で、このドアは、次のフロアかな。それっぽいね。ローグライクの基本は、一フロア全部探索してから次ですね。てげますね。ゾンビが眠ってる？横に位置すると、カラスが動き始めたが、ゾンビは動かない。寝たままだね。で、カラスの動きが妙だね。不規則だ。必ずしもこっちにやってこない。空振りしよう。お試しで銃撃ってみようか。銃は三角。ドカーンと。銃は強いね。一発で倒した。で、ゾンビが動き始めましたね。ここでさっきの使ってみようか。ヘックス。これを投げる。投げたらすごい吹き飛んだ。吹き飛ばしの杖ですね、これは。で、動かないね、こいつ。来い。こいつは一旦ごとかな。あ、そういうルールだね。逃げ打ちすれば、ノーダメージで倒せる。かもしれない。まだ他にルールあるかもしれませんが。ハーブだ。これは回復アイテムでしょうね。音切り層代わりかな。ダッシュは RT プラス十字キー。スキップターンもありますね。RT にまるでスキップターンが。その場で足踏みかな。で、LT これ。一人称視点になる。フリールックか。フリーってわけじゃない。あ、フリーだね。周りの様子が見れる。バイオ風ですね。とりあえずその他のフロアも探りましょう。よし。黄色はクリティカルかな。あと、カラス。先制攻撃もらっちまった。しかしレベルアップ。今なんか装備のレベルが上がりました。ナイフプラス1になりましたね。武器が育成できる。しかし、倒れてしまうと失うのかな。というわけで、拳銃とかも撃つことが重要になるんですかね。弾が余ってる場合はね。カメラ回転はこうか。横に移動した方が画面的には見やすいかな。前がね。さあ、ハーブを回収して、今度は本体がレベルアップですね。レベルが上がるとライフも回復しますと。経験値は画面下。回転するとただ、ミニマップごと回転するから。ちょっと方角を見失うかな。さあ、バイオチックにドア開けて、封がされてますね。まずは弾を入手。これはこのドアはマジカリーシールド。後で開くことあるんですかね。遠くにゾンビがいると。銃をデフォルトで構えますね。なんだ？あ、ボスが出たようだね。後ろのやつボスか。銃撃つ。これボスじゃない。どうやら違ったようだ。で、向き変更したい場合はエイムがあるね。これか。これで変更できる。よいしょ。殴った方がいいかな。こいつだった。タイラントっぽい。うら。よし。全力だ。エスケープヘックス。これは投げた場所にプレイヤーが移動するというものだね。これまずいな、もう。どうしようもできない。あと撃つしかない。うら。お、返した。ナイスだ。ボスのライフありますね。なんてことだ。直線攻撃。でも、余裕があってかわした。まだいける。やった。場所が使うか。意外と勝てるかもしれないぞ。これを投げると。ほい。敵の位置と交換になりましたね。こいつらを倒して、レベル上がんないかな。直したよ。ナイフか。ナイフの内容確認。こっちの方が強いな。ダメージベース。プラス1よりもね、変更するか。これ装備すると一番足すかな。エクイップ。どうかな。ちょっとわかんなかったね。立った可能性はある。これ強いんだな。普通のゾンビではやられそう。どんどん来る。しかしボスが来るよりかはマシでしょう。ここで使ってみようか。一回バンプリックヘックス。ほい。62回復した。そこまで回復はしませんでしたね。なんだ。なんかデバフもらった。さらにバンプリック。生き延びられるぞ。現状出血状態か。これ投げよう。まだレベル上がらない。ハーブを回収しよう。よし。まだなんとかなってる。間違えた。撃っちゃった。変な方向向かって。こういう操作ミスが命取りですね。コンフューズヘックス。これボスに効くかな。敵が混乱しますね、おそらく。さらに、プッシュヘックス。吹き飛ばせる。こっちが来た。いつの間にか位置が入れ替わっている。
あんまり取りませんね、これ。コンフューズ使うしかないな。いいぞ。おら。相手はなし。ほい。危ない。おら。やばい。うおやった。結局やられた。ダメだったか。さあ、今回の冒険は、こんな感じの結果になりました。死は逃げることではない。終わりは他の始まりである。怪しい奴がいる。あれこいつデモ版いました？いたかな？ゼルダの仮面屋みたいですね。口調からしても。さあ、ここは昔のラジコン操作ですね。なんか買える。現状コインゼロですね。これがレアリティが高い。いろいろ性能がついている。経験値マックス。レベル5が最大なのかな？一つの武器に対してね。ここで鑑定もできる。余った装備を貯めておけるんじゃないかな。なんか入ってますね。レスキュークリスタル。これ機関の巻物かな？ 3 ターンでアクティベート。すぐには帰れない。1個持ってきましょう。必ず1つ持っていけば、絶対に失うことはありませんね。たまにミスって使えないという状況が発生するかもしれませんけど。とりあえずこっちは、エントランスかな？エントランスホール。某バイオのね。ここにもスタッシュがありますね。こっちは、ここで冒険始まるのかな？ここっぽいね。で、ここはいろんな場所に繋がってましたね、確か。ボスを倒すと、その次の休憩所みたいな場所からね、ここは繋がるんじゃないかな。エンブレムがある。スパイダー。というわけで、まずは話を進めようか。よし。ここからが本番だ。不思議のダンジョン開始。まずは、ナイフかな？一応、性能ミュー、88。エグザマイン、調べることができる？足元のアイテムを調べれるやつか。ホワイトセラム。弾薬、ブラウンセラム。ホワイト。これは違う場所にワープできる。高飛びそうですね。さらにブラウン。これはデバフかな？コンフュージョン。移動すると、たまに変な方向に移動してしまう。向きが混乱するってやつですね。エリクサー、バイタリティ。これはどんな効能だ？ライフ最大値が上がる。使ってみて、上がりましたね。回復自体はしませんね。こいつは、仲間を呼ぶんですね。さあ、装備のレベルアップ。この武器レベルアップ面白いよな。で、これあともう一発で倒せますけれど、念には念を入れてね。下がった方がいいですね。攻撃がミスることもありますから。これはなんだ？グリモア・オブ・ヒーリング。魔法ですね。これを読むことで、キュアをパーマネントリーに覚える。永遠に覚えられますと。というわけで使いましょうか。やった。さあ、キュアを覚えたが、魔法はスペル。これを使うと回復するのかな？傷を治せる。ライフはどうなんだ？一回使ってみようか。使えんのかな？来たー！キュアー！ FF7 風。回復した。回復したけど？キュアが使えなくなった。あなたはパーが足りない。キャストに。これ何使ってんだ？ MP はなさそうだけどね。まだ条件がわかりませんね。フロアで一回使えるのか。これは、あれか。攻撃するとまずいやつでしたっけ？眠ってる感じかな。不気味だ。超不気味。青いグリモア？これは鑑定の書かな？そうですね。現状は使う必要はなし。犬がいますね。強そうだけど。なんだ？危ねえ。技か。痛い。ダメージが。声がおっさんの声だった。犬なのに。青ハーブあるけど。合成できないの？ハーブ。合成なし。毒用か。で、相手もういっぱいですね。なんか使っていかないと。ジャケットだ。防具ですね。今んとこ特に呪いの装備とかありませんね。ドラクエに出てきそうな敵が出てきた。これで何？このエイムボタンを押せば敵のいる方向向いてくれるかな？一発でね。まずは通路に逃げよう。危ねえ。リッパーだ。こいつ強かったような気がする。勝負だ。装備のレベルが上がった。ジャケットか。防具はダメージを受けるとね、経験値得られるんですかね。で、空腹もないから、移動でも回復しないっぽいね。なんだ？ワープ？罠があったようだね、足元に。足元の罠も、こうやって攻撃することで、判明するのかな。これはカプセル？ドリームピル？なんぞ。
内容は、リロール、カレントフロア、夢のように。このフロアが作り変わる。なんか、色がね、違うよね。こいつやばいのかな、ちょっと。硬い。死神システムはなさそうな感じするけどね。さあ、レベルアップ。そして、今入手したのは、13、12。で、未鑑定であるから、使いましょうか。鑑定の章。使うと、所持品内の全てが判明するのかな。スナイパーハンドガン。レンジが増えている。これは嬉しい。さらに、ハンドガン。いろいろ落ちますね。足元を調べたい。落ちてるのは、まだ内容がわからないため。まあ、置いていくか、とりあえず。アイテムはいっぱいなんだ。ボスはいつ出るんだ？これはグリモア。トランスロケーション。と読んでみよう。習得するんだ。ワープ。これ一回使えんのかな？ああ！一回下がって。ああ！こいつもいんのかよ。よっ！おいぞ、ナイス！その動きはナイスだ。こいつに塞いでもらおう、一回。アイテムを駆使してやれんのかな？ハーブいっぱいあるからね。この挑戦状まずいよね、やっぱり。これが来るから。まずい。どうしようもない。危ねえ！ギリギリだった。うお！やばい！カラスも来てる。上に逃げよう。よっ！逃げて正解だった。回転切り。他の敵を倒し、回復したぞ、こいつ。ほい。いけるか？おらー！やったー！やりましたね。倒せるようになってる。ライフル。スイッチブレード。性能はどうだ？スイッチブレードの方が強い。あとなんか能力ついてる。装備しよう。さらにプロテクター。プロテクターは全然強いぞ、これ。まあ、ただ、呪いの能力がついてる可能性もありますからね。これは刀かな？デュルソード。リボルバー。もう持ちきれない。さらにドリームピル。一回使ってみようか、これ。またボス復活するのかな、もしかして。どうだろうか。よし、使ってみよう。ドリームピル。フロア4。また、ボス出てきそうじゃありませんか、これ。やっちまった可能性あるよ。また出てきた、やっぱり。やべえ。内容はわからないが、投げろ。なんだ、やられちまった。なんてことだ。中間地点で行けば、多分アイテム預けられたのに。この赤いやつは強いんだよね。で、こいつはいいものを持ってますと。ナイフを入手したが、ちょっと強いか。で、グリモアウィークネス。魔法3つ目ですね。すべての近くの敵を弱らせられる。鑑定の書を読みましょうか。ルーターズナイフ。アイテムドロップチャンスが増える。それと、アンストッパブル。どういうことだこれ。マイトブレイクアットエニーモメント。ハンドガンが止まらない。ずっと撃ち続けられるのかな。ジャケットだ。エピック色の。オカルトジャケットプラス5。マックスだ。エクスプロード。投げた時爆発する。さらにクリティカルチャンスアップ。で、攻撃当たった時に毒ガスを投げるチャンスがある。すげえ強いんだけど、このジャケット。失いたくない。上に、マップ上ね、青い表示あるんだよね。罠があんの。あったー。弾18発。上から来てる？来てる。まず倒す。一回下がって、ここでプッシュ使おう。おい。2回分撃てるね。無条件で。他のザコ敵が来る可能性もあるけど。さあ、こっからだな。まずバンプリックで吸い取るか。コンフューズだ。コンフューズが。ここからいけるか。いいぞ。おい。コンフューズ強い。さらにコンフューズを投げていく。こいつが来た。いやらしい。倒す。さあ、残り3分の1ぐらい。スペルで弱らせよう。弱れ。デクレピファイ。吹き飛ばされた。好都合だ。で、バンプリックで吸い取りましょう。これ結構入りましたね。吸い取り攻撃でも。33ぐらい入った。これだけで勝てそうだ。やったー！とりあえず今回はクリアしてしまおう。行くぞー！さあ、中間地点。デモ版はここまででしたね。まず預けましょう。不要品を。コインは入れとけばお店で使ってくれんのかな。あと謎の鍵。
あ、鍵でなんか箱開けられるんだ。安全に。そういうことか。この人どうかな？本当にお前なのか？仲間かな？また会えてよかった。獣に襲われたのか？他もやられてしまったんですかね。鍵を見つけた。ああ、よく見えなかった。吹き飛んだぞ。プレイヤーの体で。どうなったのかわかりませんでしたね。とマンションキー。これで開けられる？こっち行っていいの？なんかゲーム進みそうだけど。こっちは？これロックされている。葉っぱの鍵が必要だ。こっちでいいっぽいな。あれ？ああ、続くんだね。マンションに戻るかと思いきや。うわ！あーい！やばいやばい。おー！ちょっと一回帰るか。レスキュークリスタル3ターンかかる。1、2、3、4！出すな！おー！ヘリが来るわけじゃないんだ。そう、無事。持ち帰れたかな。戻ってこれましたね。ストアアイテム。うん。持ち帰り OK だ。倉庫からは売れない。ぽいね。鑑定はただか。リコシェットライフル。たまに他の敵に跳ね返る。お金は有効ですね。預けてる分は。レスキュークリスタルは毎回こうやって買っていった方がいいのかな。他に強いのはこれだよね。バンプリック X。これボス的にかなり有効だけど。プッシュとバンプリックだけでやれそうな感じするんだけどね。まあ、とはいえ、他の敵も襲ってきますからね。スモールポーチ。これか。インベントリが増える。パーマネントリー。300だ。イディオットボックスに、バンプリック X。これで300。ポーチを買う。スモールポーチ。使えないのか。使って13。1だけ増えた。じゃあまだまだ入手できるんだろうね。これは。あとは鍵を入手したけどね。ここはどうだ？お、使える？あ、使いましたね。こう使うことで、ここにワープできますと。ロックされている。こっちから来てしまうと、出れない。一方通行だった。ちょっとミスったもしかして。今回あれ持ってないんだけど。機関の巻物。あ、全部預けて、わざと倒れればいいのか。っていう方法もありますね。再びポーチ。あ、今度は600で売ってますね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。